こんにちは、くぬぎ家です。夫婦二人で古民家改修に励んでいます。ついにこの部屋の床も剥がします。やりましょう。後戻りできないよ。この部屋の床板は E 材を使っていて、状態もこれまでの部屋より悪くない。剥がそうかどうかずっと思案してきました。ようやく決心がつきました。土台と大引きの補強、傾きの修正。じっくりと時間をかけて安心して住める家にリフォームします。床板を材として再利用したいのですが、釘を抜こうとすると割れてしまいます。丸ノコで切って部分的に再利用することにしました。釘の際を狙ってまっすぐに切れ込みを入れます。壁際はマルチツール、少しずつ道具も揃ってきました。最後はバールと金槌でちょっとずつ。割れちゃった。はい。サネがあるのに気づいていませんでした。剥がす順番に気をつければ上手に剥がせるかもしれません。釘を切ると刃が欠けるのですが、切らないと作業が進みません。割れずに取れたね。おめでとう。床板は案の定、ところどころ傷んでいました。立派な大引きと根太が姿を現しました。改めて皆様にご報告とお礼があります。この度、チャンネル登録者5000人に到達しました。更新が不定期なのに飽きずに見てくださり、本当にありがとうございます。新しく登録していただいた方々に向けて、くぬぎ家 Q&A を勝手に開催させていただきます。なぜ古民家改修をしているのか。運命的な出会い。僕たちは自然の恵みを直接楽しむ自給的な暮らしがしたくて、農地、山、水源があることを条件に家探しをしてきました。正直な話、家そのものに関する条件は何もなくて、軽バンよりちょっと大きめの小屋を建てて暮らせたらいいなと思っていました。ところが条件に合う土地を見学に行ったところ、この古民家と運命的に出会ってしまいました。裏山の木を切って建てたという立派な土台と梁、いろりや五右衛門風呂といった火のある暮らし、馬屋や馬窯など牛馬と共にある暮らし、この土地で生きてきた人々の生活の営みを感じて感動するとともに、それを引き継がせていただく使命感も湧きました。築76年の古民家は僕たちの代で100歳を越して、さらに次の世代へと引き継がれていくことができる。そのバトンをきちんとつなげられるように、時間とお金の許す限り僕
僕たちにできることがしたいと思っています。何をして暮らしていく？この土地で得られるものすべて。僕たちは今、夫婦で農業研修をしています。お米や雑穀などの穀類を中心に、これから農産物を販売していくつもりです。でも、もともと農業がやりたいと決めていたわけではありません。僕たちは住む場所を最優先に決めることにしていたので、なりわいはその土地でできることをやろうという心構えでした。その一つの手段が農業だと思っています。そしてもう一つ、僕たちでは到底使い切れないこの大きなお家で、農的な暮らしが体験できる農家民泊をやります。他にも昔ながらの百姓のように、知恵と技を身につけて自然と上手に付き合いながら、この土地で生きることを楽しんでいきます。どこに住んでいるの？岩手県。僕たちは軽バンを車中泊仕様に改造して1年かけて日本全国を旅して岩手県に住むことを決めました。自然と文化、居心地の良さの全部が僕たちにとってナンバーワンでした。心惹かれるままに流れてきたので、遅延や血縁は全くありません。ちょっとこの板そのまま取っとこうと思ったんだけど、長すぎてこうバールで持ち上げるときに折れちゃうんだよね。だからこう再利用できるようにこのサイズに小分けして切って、それで綺麗に小さな板を取っていくことにしました。なるほど。こんな感じで、綺麗だね。これならまた使えるからいいね。いいね。こうやって高さ調節してた。なるほど。くさびを打って、間を埋めて、床が平らになるようにしてたんだね。材に合わせてその場で臨機応変に作られた床。確一じゃないのは正直大変です。切れ込みを深くしすぎると大引きや根玉で切ってしまいます。反対に浅すぎると板が取れません。いい感じだね。問題は床がデコボコで傾いていること。丸ノコで均一に切っても取れたり取れなかったり。微妙に取れない。微妙な調節はマルチツールの出番。オッケー。なぜ YouTube をやっているの？ここで起きたことを記録するため。これから僕たちは農業や農家民泊など、この土地でできることを仕事につなげていかなければいけません。一つの農産物ができるまでにどんな過程があって、農家民泊を開業するまでに
どんな物語があったのか、物質的な価値だけでなく思いやストーリーに共感してもらいたい。そのためにここで起きたことをなるべく記録して幅広く発信します。古民家改修、田舎暮らし、農的なこと、自給自足、あとはもともと車中泊チャンネルなので、敷地の山中で車中泊やキャンプをするのもありかもしれません。日本一周を経て田舎暮らしを始めた夫婦の人生の行方を長い目で見守っていただけると嬉しいです。農作業の合間に頑張って更新していきます。くぬぎ家の名前の由来は、くぬぎという木の名前。僕たち夫婦の共通の趣味は樹木散策で、出会った頃から樹木図鑑を片手に森歩きをするのが大好きでした。だから自分たちの屋号も樹木図鑑を引いて決めることにしました。くぬぎのどんぐりは縄文時代からの食料で、しいたけの原木や薪や炭に使われるなど、人々の生活と密接に関わってきました。そしてくぬきという語呂合わせで、苦しみを抜くという着言葉があります。見てくださる方々の生活に寄り添いながら、安らぎを与えられるようなチャンネルでありたいという思いがこもっています。残念ながら岩手県はくぬぎがあんまり自生していないのですが、今更名前を変えるのも気が引けるし、新しくここに住み始める人間がよその名前なのは当たり前だと思うので、これからもくぬぎ家が屋号です。決して本名ではありません。以上、自己紹介がてらの Q&A でした。改めてこれからもよろしくお願いします。床剥がしも無事に終了しました。なんだかんだで4回目の床剥がし編。今現在の居住空間を除いて全部の床を剥がし終えることができました。まだもう少し解体は続く予定です。次はお風呂場と土間の台所。どうぞお楽しみに。来年度から作物を育てる畑にやってきました。獣害対策の電柵を設置しました。前回の動画で用意した支柱が大活躍しています。これで安心かと思いきや、早速鹿に侵入されてしまいました。それはさておき、今日はライ麦の種まきをします。夏場にトラクターで耕起していただいてからまた雑草が茂ってきました。管理機で表面を耕して種がまける状態を作ります。はじめに耕運の深さを調節します。雑草の根っこがひっくり返せているかを確認します。播種する前に雑草を倒してライ麦が成長の競争に勝てるようにすること。あとは表面の土をふかふかのベッドにして種の発芽率を上げることが目的です。ここはもともと栽培地としてイネ科の多年草が茂っていた畑なので、雑草との付き合い方が来年度の栽培で一番肝になるかなと思っています。
もともと生えている草の方が作物より強いのは当たり前です。あとは鹿との攻防も繰り広げられることでしょう。電柵で完全に防ぐことは難しいので、しっかり見守っていきたいと思います。種まき前の幸運が終わりました。こちらは線引き。家にあった道具を上手に活用していきたいのですが、この線引きの間隔は約26センチ。ちょっと中途半端ですが、まあ道具に合わせましょう。緑肥用ライ麦の種を購入しました。手押し刃手機ゴンベイの登場です。押すだけで通った場所に種まきができます。ライ麦をまく目的は収穫ではなく、雑草を抑えることです。あとは根っこが地中深くまで土を耕してくれることを期待しています。僕たちは農薬や肥料を使わない自給的な農法を志しています。土の状態によって収量に差が出るので、土作りがとても大事になります。ここはこれから初めて使用する農地なので、麦の生育の様子を観察することで土の状態を確かめる意味もあります。どんな土だろうと、この土地と僕たちは一生付き合っていかなければいけません。まずは相手を知るところから、その後に付き合い方を考えていきたいと思います。計画通り行くと思わないことが大切です。大きくなってくれますように。ご視聴ありがとうございました。